皆様、ごきげんよう。マリー・アントワネットチャンネルです。今回の動画では、ベルサイユ宮殿の王妃のグランアパルトマンについて解説します。これはこの島の宮殿の見取り図ですが、王妃のグランアパルトマンに行くには、現在の見学コースでは、王のグランアパルトマン、清掃の間、鏡の間、平和の間を経由してたどり着きますが、かつての王政時代はこれとは逆のルートでした。中庭の左側に入り口があり、その奥の王妃の階段もしくは大理石の階段と呼ばれる大階段を上ると、画面左側がもう王妃のグランアパルトマンです。それでは行ってみましょう。まず最初は王妃の衛兵の間です。この部屋の装飾は17世紀から変わっていません。昼も夜も常時12人の衛兵がこの部屋に控えていましたが、この部屋は王妃にとってはただ通り過ぎるだけの部屋で、改装の必要がなかったのです。マリー・アントワネットがこの部屋を通るのは、階段を降りて中庭に待機している馬車に乗るときや、子供たちもしくはポリニャック夫人に会うときぐらいでした。ちなみにポリニャック夫人は夫と共にここと同じフロアのこの辺りに住んでいました。この部屋は今は家具は何も置かれていませんが、当時は折りたたみベッドやそれらを隠すためのついたて、テーブル、武器を置くための棚などが置かれていました。訪問者は王妃の階段からこの部屋に入ると衛兵のチェックを受けました。当時の宮殿は基本的には開かれていて、それなりの格好をしていれば誰でも入れました。身分の高い人々が乗るカゴや、宮廷人はもちろん召使いたち、セーガー社などの多くの人々がこの部屋を行き交いました。アントワネットのお気に入りのモードショーであるローズベルターや髪結石のレオナールも毎日のようにこの部屋を通ったはずです。グランアパルトマンに行くには左のドアから、プライベートのアパルトマンに行くには右のドアから行きます。1789年10月6日の朝、マリー・アントワネットの首を求めていた民衆は王妃の階段を駆け上がると、この部屋で足止めされました。多くの衛兵が王妃を逃すためにここで戦い、命を失いましたが、そのおかげで時間稼ぎができて、王妃は無事に王と合流できました。この部屋は2015年から数年かけて、天井画と建築装飾、大理石の壁が修復されました。これらの写真は修復前と修復後の写真で、どちらもベルサイユ宮殿の公式サイトに載っていたものですが、よく見てみると床が張り直されて模様が変わっているんですよね。修復前の床はヘリンボーンに似ていますが、ハンガリーポイントと呼ばれる寄せ木細工の床です。修復後の床はベルサイユ独特の複雑な格子状の寄せ木細工の床になっています。ベルサイユ宮殿の元々の床は修復後の格子状の寄せ木細工です。過去にハンガリーポイントに張り替えられたのを近年の修復で元に戻したということです。隣の体幹の間の床を見てみましょう。修復前と同じハンガリーポイントですね。この部屋はナポレオンがテーマの部屋で、リー・フィリップの時代に全面的に改装されて作られました。リー・フィリップは1830年の7月革命でフランス最後の国王となり、ベルサイユ宮殿をフランス人民の歴史と栄光に捧げるための美術館として整備しました。この時に宮殿のかなりの部分が改装され、
王妃の衛兵の間も開館の間と同様にリー・フィリップ時代に床が張り替えられたのです。この部屋の壁と天井は17世紀からずっと変えられていないのに、リー・フィリットはなぜ床だけ新しく張り替えたのでしょうか。これは島主の推測ですが、1789年10月6日にここで民衆と衛兵たちとの激しい戦いがあったので、おそらく血で床がかなり汚れたのではないかと思います。それをリー・フィリットが張り替えさせて、さらにそれを近年の修復で革命前の状態に戻したということなのではないでしょうか。ベルサイユ本来の格子状の寄木細工は手が込んでいてコストがかかりそうです。元のデザインではなくハンガリーポイントにしたのもコストパフォーマンスを考慮したのかもしれません。もしこの辺りの事情をご存知の方がいたらコメントで教えてください。次に行きましょう。次は王妃の大会食の控えの間です。衛兵に適切な服装をしていると判断された人、もしくは紹介のある人はこの広間に入ることができました。ここは謁見のための待合室であると同時に、王と王妃の食事が公開される広間でもありました。リー14世は毎晩10時にここで晩餐をとりました。宮廷人に囲まれて食事をするのですが、テーブルに同席することが許されたのは王家の人間だけでした。特権を持っている官位の高い人物や公爵夫人などは折りたたみ椅子に座れましたが、その他の人々は立って見物していました。ルイ15世はこの習慣を徐々に廃止しましたが、1764年1月1日、幼少時のモーツァルトがルイ15世と王妃マリー・レクザースカと共にここで食事をしました。ルイ16世とマリー・アントワネットは毎週日曜日になるとこの暖炉を背にして並んで座り、ここで晩餐をとりました。アントワネットは王の左側に座っていました。王は貪欲に食事を楽しみましたが、アントワネットはほとんど口をつけなかったようです。アントワネットはこの公開の食事が好きではなかったので、この広間に楽団のためのステージを作り、音楽を聴きながらやり過ごしたそうです。このテーブルに並べられた食器はかつては金食器だったそうですが、ルイ16世はこれを銀食器に入れ替えさせました。当時の銀食器は革命時に散逸したので、ここにあるのはレプリカです。漫画「ベルサイユのバラ」では、長男の皇太子が亡くなった時、葬儀の費用が不足していたために、ルイ16世が銀の食台や食器を売り払うように命令している場面がありましたが、ひょっとしたらこの広間の銀食器も含まれていたかもしれませんね。この部屋に飾られている絵の中で最も有名なのがエリザベート・ビジェルブランの描いたマリー・アントワネットと子供たちの絵です。赤いベルベットのドレスに大粒の真珠のイヤリングをつけたアントワネットが3人の子供たちに囲まれています。一番右側が長男の王太子ルイ・ジョゼフ。彼が指さしているのは空のゆりかごです。そのゆりかごにはアントワネットとルイ16世の末娘のソフィー・ベアトリスがいたはずでしたが、この絵が描かれる直前に亡くなりました。アントワネットの膝に抱かれているのは次男のノルマンディー公ルイ・シャルル、後のルイ17世です。アントワネットの右腕に持たれているのがマダム・ロワイヤルと呼ばれるマリー・テレーズです。左側には鏡の間が見られます。右側に見えるチェストのような家具は宝石ケースです。この絵は首飾り事件で評判が地に落ちたアントワネットの人気を回復するために描かれたものです。
大衆の同情を買うために娘を亡くしたばかりのアントワネットの表情はうつろで、ソフィー・ベアトリスがいるはずだったからのゆりかごが描かれました。この絵は母親としてのマリー・アントワネットに重点が置かれ、見る者に人間味を感じさせます。この絵は王のグランアパルトマンのマルスの間に飾られていましたが、革命直前の1789年6月に皇太子のルイ・ジョゼフが亡くなると、子供たちを思い出すのが辛いため、アントワネットはこの絵を倉庫にしまわせました。それでは次に行きましょう。ここは鬼人の間です。この広間ではフランス王妃による公式の謁見が行われました。王妃はここで訪問客を迎え、取り巻きの者たちと会いました。王妃は壁を背にして窓の正面の安楽椅子に座り、爵位のある貴婦人たちが周囲の折りたたみ椅子に座りました。王妃が座る椅子の上には天蓋があったそうです。マリー・アントワネットはこの広間を天井画以外は全て改装しました。金の縁取りのある青リンゴ色のダマスクを選んだのはアントワネット自身です。トルコブルーの暖炉の色に合わせてお気に入りの家具職人リーズナーにマホガニーのチェストやコーナー家具も作らせています。中央に飾られているのはルイ15世の肖像画ですが、これはボブラン織の王立工場で作られたタペストリーです。原画は1761年に描かれたこちらの絵です。絵の再現度が職人たちの技術の高さを物語っています。最後は最も重要な王妃の寝室です。ここは王妃が毎晩休む場所でもあり、儀式のための場所でもあり、出産の場所でもありました。寝室というプライベートな場所でありながら、ここは公開される場所でした。就寝の儀と起床の儀はもちろん、王妃は皆の見ている前で王を迎えなければなりません。マリー・アントワネットが結婚した時、まだ14歳でした。外国から来た少女にとってどれほどプレッシャーだったでしょう。そして出産も公開されました。アントワネットは4人の子供たちをここで産んでいます。それ以前にも王妃たちがここで出産をし、アントワネットより以前は15人の子供たちがここで生まれました。マリー・アントワネットの前のこの部屋の主人はルイ15世の王妃マリー・レクザースカです。アントワネットが結婚した時、すでにマリー・レクザースカは亡くなっており、この部屋は使われていませんでした。マリー・アントワネットは王太子妃でしたが、最も位の高い女性だったので、この部屋を含む王妃のアパルトマンを与えられました。しかしながら、結婚当初はこの部屋は修理が必要で、しばらく1階の部屋を寝室にしていました。アントワネットのために、右側の鏡の上には母マリア・テレジア、左側の鏡の上には兄ヨーゼフ2世の肖像画が飾られています。暖炉の上には白い大理石で作られたアントワネットの胸像があります。王家の紋章が入った戴冠式のマントを羽織り、首に悪い16世の横顔が描かれたメダルがかけられています。髪は当時流行していたカツラをつけ、リボンと花で飾られています。彼女のやや出っ張った額、足花、受け口はハプスブルク家の特徴ですが、この胸像でよく表現されています。この作品は1783年に作られたもので、アントワネットは
この時28歳でした。この部屋のしつらえは1789年10月6日に国王一家がベルサイユを追われた日の状態を復元しています。壁布は夏と冬で変わりますが、当時は夏仕様のままだったそうです。この壁布は保存されていた端切れをもとに1986年にイオンの織物工場により復元されています。主要なモチーフは2種類のブーケで、色とりどりの花の大きなブーケとライラックを中心にクジャクの羽、パンジー、さらにバラの花冠をあしらったブーケがあり、それらが交互に配置されています。縁飾りは淡い黄緑色の地にバラとライラックがデザインされています。この壁布は夏用ですが、では冬用の壁布はというと、王の寝室で見ることができます。王の寝室の壁布は1982年にイオンで復元されました。この壁布はフランス国有動産管理局に保管されていた古い布の端切れを見本として復元されましたが、実際には王妃の寝室で使われていた壁布だったと後日判明したそうです。公式のアパルトマンで使われる冬用の家具は夏用よりも豪華で、金糸や銀糸を使ったブロケード織りが多いです。デザインはインド風の葉と果実、大きなヤシの葉のモチーフが左右対称に配置されています。王妃の寝室に戻りまして、寝台を見てみましょう。この豪華な寝台は金メッキの施された木製の公爵婦人風寝台です。てっぺんには目覚めを表す本鳥の彫刻があります。アントワネットが結婚した翌年の1771年、この寝台の絹織物は現在のものとは柄が違い、朝顔とスイカズラの柄だったそうです。こちらの絵は1775年に描かれたもので、ちょっと分かりづらいですが、当時の寝台が描かれています。ちなみにこの絵ではアントワネットがハープを弾いている場面が描かれていますが、これは実際にはここではなく、内側のプライベートなアパルトマンで行われたはずなので、部分的に架空の絵です。アントワネットのそばにいる黒い頭巾をかぶった女性はローズ・ベルタン。右の奥にはカツラを準備する髪結石が描かれています。化粧台の上には羽飾りの入った箱と鏡があり、鏡はルイ16世の母親が持っていたものでした。アントワネットは1785年、この夏用の絹織物を交換したいと思い注文しましたが、デザインが気に入らなかったため、さらにもう一度注文し直しました。現在のデザインで納品されたのは1787年なので、2年ほどしか使われませんでした。この寝台をよく見てみましょう。ベルサイユ宮殿の公式サイトでは収蔵品の写真が公開されており、細部まで見ることができます。白地にライラックの花束、リボン、クジャクの羽が描かれています。他にもバラ、ヤグルマギク、パンジーもありますね。大変豪華です。次は側面から見てみましょう。飾り紐とフリンジの凝ったデザインが素晴らしいです。ロココらしいパステルカラーが優美ですね。部屋の角に置かれたこの家具は、実は巨大な宝石ケースで、1787年にアントワネットが発注したものです。高さ 2.63 メートル、幅2メートルのタニリーを見ない調度品で、マホガニーに金メッキの装飾が施されています。
されたフランスが擬人化された芸術に冠を授けている場面が描かれ、その周囲を真珠層で塗装された精細なガラス細工が囲んでいます。その両側には4体の四季を体現する4人の女性像の柱が飾られています。これは当時の最高の家具職人たちによって作られました。この隣にはカモフラージュされた隠し扉があります。1789年10月6日、アントワネットが民衆から逃れた扉です。ここを通ると小部屋がいくつか連なっていて、王のアパルトマンに抜けることができます。この扉の上の天井を見上げると、角にはハプスブルク家の総統の和紙が見られます。そして反対側の角にも似たような装飾がありますが、この2つの線で囲った部分は何だと思いますか？実はこれらは豊穣の角です。あつ森ではサンクスギビングデーにゲットできるアイテムですね。島主はこのアイテムをどうやって使っていいのかいまいちよくわからないのですが、皆さんはどうしてますか？よかったらコメントで教えてください。それではそろそろこの辺で。ここまでご視聴いただきありがとうございました。